皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代カリスマブレイクキャラをランキング形式で解説していきますよ。カリスマ性溢れる6面ボスたちが二次創作などでネタキャラになったり普通は見せないような行動をするんだよな。一体どんなキャラがどんなカリスマ崩壊となっているのか気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、カリスマブレイクキャラランキング第5位は、新霊廟をまとめ上げる豊里ミミミコです。あのミコもカリスマブレイクの餌食に。まずカリスマブレイクとは何なのか軽く解説していきますね。カリスマブレイクというのは読んで字のごとくではありますが、原作では通常意義のある素晴らしいお方たちがキャラを崩壊させたことで使われます。実はニコニコができる以前から東方キャラの多くがカリスマブレイクされてきました。へえ、カリスマブレイクはニコニコができる前からあったんだ。と入ってもこのカリスマブレイクというのは、悪い意味ではなくて、普段からは考えられない行動でギャップを生むことです。その分可愛さは急上昇する上、魅力なども減ることも特にありませんね。なるほど。確かに普段は近づくと危なそうな人がお花に水やりをしていたら可愛く見えてしまうもんな。そう、そんな歴代カリスマブレイクの餌食となった一人が、元ネタが聖徳太子という威厳あふれるキャラであるはずの豊里ミミミコ。どんな風にブレイクしたのか気になるぜ。新霊廟メンバーのリーダーであるミコは、二人の弟子を持っていて、蘇我野とジコとモノノベフトの3人で主に構成されています。そしてアキューも最初はミコはかなり威厳のあるお方かと思っていたのですが、意外にもかなりフランクな人とのこと。ただし、どこか見透かされているような気分になり恐れ多くなるとのことですよ。ミコは間違いなくカリスマ性を秘めたキャラだよな。部下は非常にミコのことを信頼していて、もともと敵同士だったのですが同じ人を尊敬する仲同士そこまで仲が悪くないようです。その忠誠心はミコのためになんと死ねるほどなんですよ。ミコと共に同郷によって死海戦となって眠ることで不死となったのですよ。死海戦とは一旦死んで復活することで不老不死になれるという戦術だぜ。ミコは自分一人で実行することを恐れたため、フトは実験台となって先に死海戦となったのです。この人のために死ねるってどんだけ信用されているんだ。そんなミコは礼儀正しく、まだまだ控えめなところがあり、現在ほどキャラクターは立っていなかったのですよ。まだマントもつけていないしね。しかし新霊廟以降の作品では、登場する度にどんどん愉快なキャラになっていき、派手好き、人間の味方、そして何よりミコを印象付けた高笑い、格好つけといった属性も獲得、少しずつネタもいけるキャラへとなり親しみやすいキャラとなったのですよ。なるほど、ミコは少しずつブレイクされ始めたのね。二次創作での基本的なカリスマブレイクとしては普段はカリスマ全開な頭脳と成人要素を足したまさに将軍のようなかっこいいキャラなのですが、内面はヘタレのようにも扱われ、カリスマブレイクの頻度が多いですね。特にライバル企業の社長である白蓮との胸の大きさで負けてへたることあるよね。また髪の毛がテンションでぴょこぴょこしたりしおれたりすることも、それはめちゃくちゃ可愛い。また東方神起楼にて、旗の心がもともと持っていた希望の面を紛失してしまい、能力の制御が効かなくなったため、代わりに豊里耳のミコが彼女に新しく作ってあげたお面があるのですが、ミコそっくりの顔に独特すぎたことから、ネーミングセンスが面白いレミリアやヘンティのヘカーテア並みの美的センスという扱いもされます。なるほど、だからつながりのないレミリアやヘンティと仲良くしているものもあったのか。と入ってもフトとセイガヨシカという二大トラブルメーカーに挟まれることから、常識人枠になることが基本ですがね。しかしあのミコでさえもブレイクを起こすのですよ。あと私が個人的に好きなカリスマブレイクが、能力で聞こえすぎてな展開に持っていかれるやつです。考えた人天才すぎる。では次に紹介する、カリスマブレイクキャラランキング第4位は、東方ヨーヨームでオフ大変の批判者であり最後の6面ボスの西洋寺優子です。ゆゆこは扱いやすいだけあってヤバそう。ちなみにゆゆこは冥界にある白玉楼に住む西洋寺家のお嬢様だよな。1000年以上も亡霊のままという極めて珍しい長寿の亡霊です。人を恨むこともない上に幽霊の統制を取ることができる能力が買われ、閻魔様からなんと幽霊の全般の管理を命じられていますよ。閻魔様から認められるほどの能力で、言っちゃえば幽霊の頂点に立つ人なんだよね。いつもほほんとしているゆゆこですが、どの作品でも異変の元凶を誰よりも先に掴んでいたりと、そこの知れないすごい人なんですよ。例えば東方栄夜賞にて、ゆゆこ様は初めから、かぐやが犯人と睨んでいることがわかります。嘘だろ。栄夜賞は人間組はもちろん、レミリアやヤクモゆかりといったたくさんの凄腕キャラが使える中で一人だけ気づいていたのかよ。そう、栄夜賞にてゆゆこが三面ボス戦という序盤からたびたび言っていた名詞の有料理が鍵を握っています。ゆゆこは最初からボスに対して料理で例えていました。でも冷戦戦で冷戦は宇宙鳥と表現されているけど、ゆゆこ曰く、ウサギは鶏肉の味がするようです。
なるほど、鶏肉の味がするから宇宙鳥なのね。さすがはグルメ家に選ばれるゆゆこ様。そのまま初回プレイはエイリン戦で、エイリンが薬膳料理と表現されることが分かりました。薬膳料理というと、つまり薬師のエイリンのことだよね。でも、言う料理って何なんだよ。まずエイヤ賞のボスである蓬莱さんかぐやを見て思い浮かぶのが、日本昔話でおなじみの竹取物語ですよね。そして、ご面道中からはついに異変の元凶である永遠亭の中に忍び込み、シンデレラ刑事かごうめという、稲葉亭のテーマ曲的な BGM がかかります。これを直訳するとカゴの中の姫、つまりかぐや姫はカゴに入れて育てられたヒロインとなるんですよ。あ、そういえば、カゴって言うという字に似ているよな。そう、竹取物語の竹を取るというとなるのです。おいおい、ゆゆこは最初からかぐやたちのことに気づいてたのか。そういうことになりますね。ゆゆことこれを作ったずんさん天才すぎでしょ。また東方暴月賞ではゆゆこは、常人離れした数学の知識を持つ役も欄も理解していないゆかりの真意を先に理解していました。ゆかりとは全く対面していないのにすぐに作戦を理解していたよね。マジで化け物コンビだぜ。いつもおっとりしてるゆゆこだけど頭のキレの速さから見ても、閻魔様から認められる能力からもカリスマ性抜群だぜ。しかし彼女もまたカリスマブレイクを起こしていると。その通りです。二次創作でのお決まり設定としては大食いキャラですね。これは先ほども紹介したように東方エイヤ賞において、会話中ゆゆこが何でも料理に例えて話をすることから、食べ物に執着するキャラというイメージがついたのですよ。もう無限かと思える胃腸をお持ちになっていることあるよ。中でも2面ボスのミスティアローレライとの会話の影響が大きく、実際に食べたことがあるかのようなことまで言っていたために、ミスティを食料として追いかけるネタがよく見られますね。ああ、よく見る。唐揚げにするか、手羽先にするかで迷っているよ。また東方蜃気楼で背景に出演した際、観戦しながらヨウムが作ったおにぎりをものすごいペースで無限に食べ続けるというモーションで登場し、非常識なレベルで大食いであるという設定が公式化していますよ。いや一口で食べきっているんだが、また、その対処くらいの姿からピンクの悪魔と呼ばれることも、星野戦士もびっくりでしょ。最近では、新たな大食いキャラとして活躍している東鉄ユーマと仲良く爆食する機会も見られます。また東方弾幕神楽の SSR ゆゆこでも美味しそうに頬張るゆゆこ様が、従者のヨウムの飯を作る時間が半端なさそう。このように大食いなキャラということで胸も豊かになりがちですね。確かにゆゆこがペチャパイは珍しいよ。なので、ペチャパイでいじられることが多い従者のヨウムから相談を受けることがしばしばあったり、二次創作でのアイデアが面白すぎる。まあもともとゆゆこは食べ物をよく食べる設定、ほんのりしていることから、カリスマブレイクがあっても馴染みやすいことから第4位にさせていただきました。それにしても、美味しそうに食べ物を頬張るゆゆこはとても可愛いですよね。ぜひともこの夏はミルク味のアイスの棒をたくさん頬張ってほしいです。レイムさんが二次創作作ったら全て R18 になる説。さて、次に紹介する、カリスマブレイクキャラランキング第3位は、月の高貴な姫君である蓬莱さんかぐやです。かぐやのカリスマブレイクどんなのかめちゃくちゃ気になる。まず蓬莱さんかぐやは、蓬莱の薬という不老不死になれる薬を飲んだことで月の上来さんに地上へ追放されたのです。と入っても、もともとかぐやは地上に住みたかったのでこれは計画通り、地上での追放期間が終わり月からのお迎えが来たのですが、地上へと帰るのを拒み逃亡していました。そのため、数百年も隠れ住んでいたのですよ。でもなぜ数百年も間誰にも見つからずに、隠れ住むことができたんだよ。それはかぐやの能力の力だと思われます。かぐやには永遠と手榴を操る程度の能力という難しい能力を持っているのですが、この能力によって見つからずに済んだのですよ。永遠の魔法がかけられた世界ではいくら活動していようとも、時間が止まっているのに等しく、また純和風の建物である永遠邸が一切老朽化する様子を見せていないのは、この永遠の能力によるもの。ざっくり言うと時間を操ることができるのか、それはあまりにもチートすぎるな。まさにカリスマ性抜群のお姫様なんですよ。エイヤ称後は永遠邸で隠れ住むのをやめました。その理由は、月の死者の脅威が減ったこと以上に人間と妖怪が協力しているところを見て、こんな関係を築けたらいいなと羨ましく思ったのが一番の動機らしいですね。さすがはホワイト企業ランキントップクラスの社長。そのカリスマ性から冷戦でも言うことが聞かない地上のウサギを湯たんぽにしたり、あのエイリンがわざわざかぐやのために共犯者となったりとたくさんの人を魅了しているのですよ。確かに実は180万歳にしてミステリアスな稲葉邸でさえも、賢い御人についてよかったって言っているしな。一応かぐやはこう見えて億単位で生きている人でもありますからね。ですが、二次創作ではこのカリスマ性を使われることは少なく、先ほども言ったように、100年間隠れ住んでいたことからニートとして扱われることが多いのですよ。エイヤ賞結界チームのエンディングでは、エイリンがかぐやはもともと引きこもりがちだったという発言をしていたしね。こういった経緯で引きこもりから連想してニートというネタが付けられたということか。そう、なのでネタ系同人誌ではお姫様からは考えられない、ゲームやパソコン等の娯楽をしている姿が多々見られますよ。ギャップが可愛いな。また箱
入り娘ということで、仕事探しをしたりした時は意外すぎる職業に就くことも、コウマ館で働いている設定だけでも爆笑もんだぜ。またビビンバが好物というものがあります。ビビンバって丼等の器に入れたご飯の上にナムルや、調味した肉、卵など様々な具を乗せて混ぜ合わせて食べる朝鮮料理だよね。一体どうしてかぐやはビビンバが好きなんだよ。これはスペルカードなんだい。仏の実石の八砕けぬ石の神主コメントの、石焼きビビンバ的なものでも食べようとしたのだろうか。から来ているのです。連想のアイデアが凄すぎる。このようにお姫様からは考えられないようなニートネタの扱いから、かぐやは第3位にさせていただきました。これは意外すぎてめちゃくちゃ面白かったよ。私もニートなんですがオンラインプレイでモンハンをやっていたら、月のプリンセスという名前のハンターランク999の人と出会いましたよ。いやその名前絶対かぐや姫さんじゃん。ということで、次に紹介するカリスマブレイクキャラランキング第2位は、幻想郷の賢者の一人である八雲ゆかりです。八雲ゆかりというと、幻想郷最古参の妖怪で幻想郷の教会を操る能力というあまりにもチートな能力を持つ実力者。また幻想郷の賢者の異名も持っているぜ。さらに式として幼獣の八雲蘭を従えています。八雲蘭は9つの尻尾を持ち、数学の知識もあり、幼獣では最強クラスの妖怪なんですよ。そんなすごい式神を従えるゆかりが、どれだけすごい妖怪なのかよくわかるよな。性格は基本的につかみどころのない言動が多く、何を考えているのか不透明であるため、他人からの信用は薄いようです。どこかミステリアス感があるところが、ゆかりのカリスマ性を生み出しているよね。とはいえ、先ほど紹介した通り切れ者のゆゆ子がゆかりの作戦通り動いていたり、嘘が嫌いなスイカを友人に持っていることから、信頼があるものと思われます。そんなすごい妖怪の八雲ゆかりは教会を操る能力を持っていて、これは全ての物事を根底から覆す恐ろしい能力と東方愚問式で書かれていますよ。この能力で教会の中で移動が可能で、物を取り出したり空間の裂け目から実際に瞬時に移動をすることができるんですよ。持っていたら最高すぎる能力だよな。そんなゆかりは攻撃手段としての自称の教会の操作も弾幕ごっこでのみの使用に限られ、直接戦闘では裂け目を作り、標識や電車などを呼び出して攻撃する、召喚師のような攻撃を得意としていますね。前回の授業でその電車の元ネタやなぜ標識を使われているのかが分かったよね。もし意外な武器を扱うキャラが気になる方はこちらを見るといいぜ。また幻想郷の存在を揺るがしかねない異変を引き起こそうとする輩に対しては、普段の掴みどころがなくひょうひょうとした態度から一変、劇場をあらわにすることがあります。そんなカリスマ性抜群のゆかりが言い放った、美しく残酷にこの大地から稲はあまりにも有名。ゆかりだからこそ言えるような名台詞だよな。これだけの肩書き、スペック、妖怪としての恐ろしさを兼ね備えたゆかりでさえもカリスマブレイクになることが、一番恐ろしい妖怪はどうやら私たち人間なようです。まず一日の大半を寝て過ごしているという公式設定から、怠惰なイメージで書かれることが多いですね。仕事を乱に押し付けまくってるとかよくあるよね。またうさんくさい風貌だけでなく、サイコさんと言われるだけあって年上属性であり、式である八雲蘭がさらに式としてチェーンを持っているため、ファンからは愛を込めてババア、少女周到と呼ばれることがありますね。あくまで好きだからだよね。そう、そこがいいんですよ。本来は少女として設定されていて、二次創作で BBA 扱いされて珍しく切れるみたいなのが可愛いんですよね。わかるわかる。そういう乙女なところを見るといつも以上に可愛く見えるんだよな。はじめに紹介した通り、ものすごい肩書きやスペックを秘めた妖怪なんですが、カリスマブレイクによりあまりにも可愛らしいことになるので、第2位にさせていただきました。ゆかりがカリスマブレイクは意外すぎるもんな。また能力から東方二次創作屈指の便利キャラは健在で、隙間は棒青田抜きのポケットとしてもよく使われます。焼かれ羽子型ロボットですよ。それではラストに紹介するカリスマブレイクランキング第1位は、コウマ館の主人にしてヴァンパイアのレミリア・スカーレットです。世界のカリスマブレイク代表と言っても過言ではないだろう。今まで紹介してきましたが、その中でもカリスマブレイクの対象とされることが多いのが東方コウマ教の6面ボスであるレミリア・スカーレットでしょう。まずレミリアのカリスマ性としては、魔法使い、ヴァンパイア、悪魔、謎の中国妖怪に、人間、妖精、ゴブリンとあまりにもグローバルな会社をまとめ上げている、カリスマ性抜群の社長なんですよ。コウマ館ってマジで世界の Google みたいなところだな。幻想郷でもかなりの数のキャラクターを構成要員として持っている施設勢力であり、内部が洋風であったり、純粋な魔に属する妖怪が主人を務めるなど他の施設にはない特徴を多く持っていますね。しかもみんな不満を持っている感じがないのがすごいよ。
危険度は9から極高とされていますが、幻想郷の人間を襲わないという制約や吸血鬼のプライドから意外と紳士的。さすがはカリスマ吸血だけあるぜ。さらによその勢力の強力な妖怪や神も頻繁に招くので、高魔間ではちょっとした社交の場にもなっていますね。そのことから交流的でイベントも積極的に行い、たくさんの人々を招いていますよ。これはカリスマ性のポイントが高いよ。パーティーには神様のエイリン、カナコ、スワコや、人の多いところに来なさそうな優香、幽霊の統一者ユユコ、さらには閻魔様の式様まで来られているのですよ。そんなすごい人たちも行きたくなるパーティーを開催しているところさすがのカリスマ性だぜ。しかし、二次創作では10代迷子の可愛らしい見た目からカリスマブレイクの対象となりやすいキャラなのですよ。カリスマブレイクされた状態のレミリアは時々レミアと呼ばれることが多いよね。しかし、その分可愛さは急上昇するし魅力なども減ることはなく、実際今でも非常に人気も高くカリスマ性が落ちているわけではありませんよ。あくまで、もう一つのキャラとしてブレイクされているってことね。また原作でもレミリアはカリスマブレイクとなることが多く、代表的なセリフとしてギャオを食べちゃうぞというものがあります。これは東方奇想天でレミリアが社名丸に対して放ったセリフ。さあ、ついに高魔間に潜入いたしました。ここにはどんな魔物が潜んでいるのでしょうか。出ました怪物です。特派員の運命はいかに。食べちゃうぞ。恐ろしい肉食の怪物のようです。これが伝説の模型レムベンベの姿なのでしょうか。模型ごめん、それの演技ができないや。でも今日は乗ってきた方ですね。いや初めて登場した時の恐ろしさはどこへ。こういったセリフから、わかりやすく積極的に動いてくれる性格で日常ほのぼの系やギャグ、シリアスやアクションも OK と全方面が得意な芸人枠、また幼児対抗し、レミリアになれちゃうこともできるのですよ。なんでもできすぎてレミリアというキャラクターが凄すぎるぜ。カリスマブレイクからおゼウ様と呼ばれることも、また本来なら鬼や優香とほとんど変わらないポジションの大物妖怪なのですが、あの性格と暴月症での可愛らしい負け方からへっぽこ扱いされやすいですね。まさにカリスマ崩壊ということだね。あとはもカリスマブレイクの象徴となっていますよ。意味は特に決まっておらず、ほぼ口癖。流行ったのは春夏秋人さんが作ったフラッシュが、ニコニコ動画に転載されたことがきっかけです。ちなみに原作では一度もなんて言っていないので注意してくださいね。こうやって見ると東方プロジェクトのカリスマたちがなぜ普通のキャラクターよりも人気が高いのかよくわかったぜ。意外なギャップがすごく親しみを生んでいるんですね。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんの好きなカリスマブレイクキャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。